こんにちは。小豆島の漁師濱家です。今急遽動画を回しております。というのもですね、さっき朝の仕事終わってファンザをここで見てたんですよ。そしたら小豆島の知り合いの漁師さんからね、大ニベが取れたそうなんで、小豆島に大ニベ、これまた温暖化の影響かということで、早速ねもらいに行きたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ港に到着しましたということで、お魚を見させていただきましょう。おお、でかい。おお、大ニベ。はい、じゃあ締めさせていただきます。おお、大きさもでかいですね。ザ・大ニベって感じ。じゃあこの背骨のとこ、ここを切って、でこちら、尻尾の部分ですね、ここも締めます。でこうやって血が出てきたら流水の中へ入れて血抜きで、何やら珍しいエイがおるのでこのエイもいただきましょう。お、なんかめちゃくちゃ珍しいですね。形も普通の赤エイと違うし、裏面は斑点がある。じゃあこちらも締めていきましょう。よいしょ。じゃあこれでこれも血抜き。なんか慣れたコブダイいるそうなんで見てます。あ、来た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 。でタコの内臓がね、コブダイめっちゃ好きらしいんで、これちょっと取ってあげます。でこの内臓をコブダイ、住み着いたコブダイにあげましょう。あ、来た来た来た。逃げた。あ、一瞬や。はいや。来た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 。お、ビビった。この魚が、お、コブダイさん。おお、すげえ。はい、というわけでただいまんとひひ3代目。はい、というわけでもらってきて1日経ちました。1日氷しておきました。それがこちら。ちょっとでかすぎるんで取り出していきます。はい、小豆島で取れた大ニベとこちらウチワザメでございます。はい、で大ニベなんですけど、もともと小豆島ではもう全然取れてなかったのに、近年ねたまに上がってきます。で相場もぼちぼちいいんですよ。で今日はこちらの大きな大ニベを使って巨大魚のフライ定食、それを作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずはこちらの巨大大ニベ観察していきましょう。僕の手と比べてもでかいのがね分かりますね。重さ4キロぐらい多分あります。で割と可愛い顔してるんですが、牙がね結構強くて結構痛いです。で体表はヌルヌルとしてるんですが、鱗自体はねしっかりと硬い鱗ついてます。大きさはそんな大きくないですね。でヒレ周りはここで一旦ヒレが途切れて後ろにあるっていった感じでしょうか。でまた別動画で紹介しますが、こちらウチワザメでございます。エイの仲間なんですけど、すっごいねサメ肌なんですよ。ザラザラ。40代男性のヒゲの音ですね。口はエイって感じですね。はい、じゃあこの子の鱗を取っていきます。多分ね鱗は取れやすいと思う。よし行こう。お、なんかグチっぽいね。ほんと石餅とよく似てる。石餅の巨大バージョンって感じ。いや、鱗は柔らかくてトリッピーなんですけど、なんせでかいから多い鱗がとりあえず絶対シンク詰まるやつや。はい、じゃあ鱗がきれいに取れました。洗います。はい、というわけで鱗が取れたらまな板の上に移動します。はい、じゃあ早速頭を取っていきたいと思います。ここ包丁入れて、でカマ付け根を切る。で返して、でこちら側も、膜を切ります。でくるっと回して、こちらお腹のとこ割っていきます。割れるかな。お、結構柔らかいですね。で割って、でお腹スーッと切っていきます。でオープン。パカッと。なんもないね。なんだろう。ちょっと取り出してみます。よいしょ。でまずこちらが白子金です。でこちら多分浮き袋ですね。浮き袋で中身、他は何もございません。あ、心臓があった。あ、腸もあった。腸は出とった。これが腸。見てください。これこんな小さい心臓でこんなでっかいね図体が動いてるんですよ。すごい心臓だ。すごいよ。はい、じゃあ次エラを取っていきます。あ、エラ痛い。
エラのとこ切って、でこれ下が取れたら手を突っ込んで引きちぎります。はい、 OK。 ちょっと黒いです。エラのすぐ後ろになんかこれ胃袋みたいなのありましたね。これ多分胃袋ですね。お、大ニベ何食べとんやろ。ちょっと小豆島の大ニベが何食べてるか見てみましょう。お、なんか出てきた。なんだなんだ、肝臓。なんかニベの中からなんかの肝みたいなのが出てきましたね。なんかの肝を食べてます。はい、で次頭を落としていきます。頭もこっちから落としましょうか。こういってで叩きます。はい、こんな感じ。頭これ味噌汁に入れましょう。はい、じゃあこちらのお腹をきれいに洗えたら、先にねカマを落としておきます。はい、カマ。はい、じゃあいよいよ3枚におろしていきます。ここ切れ込み先入れて、で逆さ包丁ピャーっと入れていきます。じゃあいよいよ、包丁を入れていきましょう。おお、でかいけどおろしやすか。骨が高そうなんでしっかりねこの中まで、包丁を入れていきます。そんな高くないわ。よし、で返して同じようにケツから包丁入れて骨を感じつつ、骨の下じゃない上、下行ったらいつものリカバリーですね、やっていきます。で中までしっかり入れたらお尻のとこ通してあげて、であとは気合いです。よいしょ。でこっち、はい、オープン。おお、うまくさばけた。いい感じ。縁側とかめちゃくちゃ美味しそうですね。油は確かあんま乗ってないけど、どうしたん？いや開きにして巨大フライにしたかったんやけど、おろしてもうとる。おろしてもうた。これはつなげれないから、骨抜いてなんとか巨大にします。はい、で肝心のさばきの方なんですが、いい感じですね。お、ギリギリ攻めれてますね。ち切り身はここだけ。はい、じゃあ反対やっていきます。まずこちら、切れ込みを入れて、でこっちですね、お腹のとこ包丁を入れていきます。こっちね、ここが嫌いなんですよね。でいって、でしっかり中まで、包丁が通ったらこれを返して、でこっちの方、僕の得意な方ですね、包丁を入れていきます。シャーッとスムージー。なんか下行きそう。中までしっかり入ったら、この中、突き刺してあげて、でガッと引っ張ります。よいしょ。でこっちもなんか盛大にち切り身がついてるけど、ここなんか骨が、でこんな感じ。そんな悪くないですね。でせっかくなんで包丁にちょっとついた身を食べてみましょう。いただきます。あ、うん、柔らかいけど美味しいです。結構なんか甘い。はい、じゃあフライ用に腹骨をだけを取っていきます。ここうまくいきたいね。ギリギリを攻めていく。ここが恐ろしい。よしよしよし、はい、うまくいった。でここにある中骨を下までいって切るんじゃなくて、なんとかね V 字で取れないか、ちょっと V 字カット作戦でいってみましょう。 V 字でなんとかカットしていく。返して反対も V で。お、結構うまくいった。よし、ちょっと残ったけど、ちょっとぐらいはいい。もっと綺麗にいきたかったけど。はい、こんな感じで骨が取れました。ここらちょっと切ります。よいしょ。 OK。 はい、こんな感じで、せっかくなんで切ったとこちょっと刺身にします。ちょっとなんでバットさんお休みにして、皮を下にして、身をこう切って、で皮目まで来たら、引いていく。これでね、皮引きが苦手な人でも皮を引かずにねお刺身にすることができます。マナガツオとかそういう皮引きが難しい魚は、こうするとね結構簡単に取れます。こんな感じ。はい、じゃあお皿を用意して、もう今日はね豪快に盛り付けをテーマとして葉っぱで豪快に盛っていきます。でシンプルにレモンすだち。はい、こちら大ニベ刺身の完成。はい、でお湯を沸かしてお湯が沸騰したら、大ニベを一旦湯通しします。鱗取りですね。味噌汁作る。で熱を通して、で熱が入ったら流します。で鱗をきれいに洗って取って、もう一回鍋に入れて、で水を加えます。これであとは煮ておきます。はい、じゃあいよいよ揚げていくんですが、さっきのはねちょっとでかすぎて多分無理だろうなと思ったんで、
鍋もねちょっとワンサイズ小さくしました。で深さを出して、で魚の切り身はねもう1個の方にして皮を剥いでおきました。皮剥いだとこねめちゃくちゃ綺麗です。はい、じゃあちょっと間違えてパン粉かかってますが、まず塩コショウで下味をつけます。これいっぱいね山ほどつけて、結構落ちるからね。でぬりぬりで、ここにパン粉、これを力強くまぶしていきます。結構ね魚やっぱくっつきにくいっすね。ちょっと太田君卵を取ってもらえますか。ありがとう。じゃあちょっと卵をそういうスタイルなんや。これでいっぱいつけていきます。私の母流です。わ、めっちゃついた、めっちゃついた。ちょっと切れ込み入れて、よし。はい、これでいい感じにパン粉がつきました。はい、じゃあいよいよ超巨大こちら、串カツじゃなくてフライ入れていきます。はい、じゃあ温度が上がってきたので入れていきます。おーおー、すげえ。はい、で焦げないように様子を見ます。身が分厚いんでねゆっくりと時間かけてやっていきます。はい、じゃあ超気をつけて返していきたいと思います。むずっ、重っ。よいしょ。おお、まあ悪くないんじゃない。やっぱここがね重たいんで焦げるんで、これでちょっと浮かしておきます。賢いです。はい、じゃあいよいよ揚げていきます。一番の難関です。で左右から入れてあげて、もう身が割れよる。あー無理か。お、いけた。そして横にさっといけたー、嬉しい、はあ、やりました。多分これすぐ動かしたら割れるんでちょっと待っときます。いいね。はい、じゃあ粗熱が取れたらお皿を置いてキャベツを引きます。そしてここに魚フライ、よいしょよいしょ。おお、うまそうで揚げた尻尾で、ちょっと別色の野菜も添えて、華やかになってきた。でレモンを添えれば、はい、こちら超巨大大煮べフライの完成です。はい、じゃあ最後にこちら大煮べの味噌汁ついで、はい、こちら大煮べの味噌汁完成。はい、それじゃあ小通り。はい、というわけでこちら大煮べ定食の完成です。まずはこちら大煮べのお刺身に大煮べ汁、そしてなんといっても今宵のメインディッシュ、超巨大のエビフライじゃなくて大煮べフライ。それじゃあ竹雄始めようか。 iPhone11 と比較これぐらいです。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆいのサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。さっと切り分け器に盛ったら、やードーン。大量の薬味をのせ盛りにしてポン酢をぶっかけたらサワラの森の完成。一口食べれば思わず焦点。ギフトにもいかがでしょうか。はい、それではいただきます。はい、じゃあまずは大煮べのお刺身ですね。ぶっとい。いただきます。なんだろう、油は少ないはずなのに身自体が甘くて美味しい。油はねほら少なそうでしょ。でも身は甘くてうまい。これいい。だからさっぱり食えるのに身がねなんかうまい。で身質はタイとかの柔らかい時に似ているかなって感じです。で続いて大煮べのネギ味噌汁、まずは身からいただきます。身ですね。お、普通の魚です。ただ美味しい。で汁、最近の魚の、僕の料理動画の最近の魚の汁で一番いい出汁が出てる。これ最強の出汁ですよ。はい、じゃあいよいよメインディッシュの大煮べフライ、ウスターソースをちょっとかけて、こちらすっごい分厚い身大煮べフライいざ。じゃあいよいよメインディッシュいただきます。まずいわけがない。しっかりとした魚のごっつい分厚い身に衣が
まとわっててソースがうまい。だからそうしてめちゃくちゃうまい。じゃあちょっとタルタルソースでもいってみましょう。うまそうですね。いただきます。うまっ、うまっ。ご飯が止まらん。でタルタルだけだと物足りないところをソースがねかかってるんで、それがまたいいですね。いや、大煮べ味薄いかなって侮ってましたね。めちゃくちゃうまみ強い。で味噌汁もいい出汁が出るし、うめっ。これはダイエットがはかどりませんな。何よりこのフライがまたビジュアルもすごいし味もいいっていうのがねめちゃくちゃいい。で今日は休館日なんでお水でいただきます。はい、それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。小豆島で採れた大煮べの巨大なフライ、まあうまく成功できてよかったですけど、多大なね時間がかかってしまって結構ねかかっちゃったんです。疲れました。ただ味はめちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもぜひ大煮べが見つかりましたらチャレンジしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。きゅっと疲れた。それじゃあ See you next time. バイバイ。